先ほどね、ドラモンド先生からあがないというね、チューニングのことです。調律するということを勉強させてもらった。本当に嬉しいんですけどね、もう私は例えばエドワード・ケイシーやるについて10代からやってますね。いろんな先生にお会いしたけど、もう本当にドラモンド先生ありがたいなと思ってますよ。たった一言でしたけれども、私の人生変えましたね。同じことなんですけどね、メレデス・アンパイアという先生がいらっしゃるんですね。この本はヒーリング・トゥ・メディテーションのプレイヤーって書いてますね。要するに祈りと瞑想で治すという、私と同じこと。アメリカ行ってお会いしたら全く同じですよね。それで私は質問魔ですからね、アメリカでお会いした時に聞きまくった、いろんなところを聞きまくったんですね。でメディテーションのプレイヤーだからもう聞くなんていうのかね、もう聞くこといっぱいあったんでたくさん聞いたんですけれどね。例えばこういうことですよね。教えてもらったのはね、これもお話ししてると思うんですけど、日本語と英語とは字の並び方が違う。で大事なですね、祈りの言葉も並び方が違う。でそこのところでまたこう悩んだんですね。悩んでいたというんですけどね。例えば英語で言うと私は見た、犬が走ってんのを見たっていうんですけれどね。日本語だったら私は犬が走ってんのを見たというんですね。で主の祈りなんかを翻訳する時にまたこれがあるんですね。この話したと思うので飛んでいきますけれどもね。言葉っていうのは並び方によって随分違う。日本語は日本語の並び方がある。で英語は英語の並び方があると、こういうことですね。そして聖書のベースになっているのはヘブライ語なんだけど、ヘブライ語はトルコ語もそうですね、日本語と同じ並び方をするんですね。ですから私はこれも言ったと思うんですね。来世は中東に生まれてきてね、ヘブライ語で聖書を勉強しようとか思ってですね、嬉しそうにしてますね。来世は要するに今来世という話したけども、来世ってここにあるんだよね。ただ選択してないから体験してないだけですね。ここにある。このことも分かってしまうと本当簡単ですね。でメルデスパイアさんからね、私が習った一つのことを言うとね、メルデスパイアさんへ質問するとね、そんなこと気にすることないわよ、これ一言で片付けるんだよね。例えば主の祈りっていうね、日本語とあれが違うからね、チャクラに合わせて祈る時にね、順番が変わるっていうようなこと言うと、そんなこと気にすることないわよ。こんな感じですね。で誘惑に誘われることなく悪事からうつされるため、こんなこと祈るのね嫌だって言うと、そんなこと気にすることないわよ。こんな感じだね。私パイア先生からね、気にすることないわよっていう言葉を習いましたね。ありがたいですね。それで今度この本の著者ビースティアン・ノーっていう著者なんだけどね、メリアン・ウドワール、私ボロボロになってるでしょ。もう昔の本で、私がケイシーやろうとした時にもう40年前の本ですよね。もうすでにあった本なんだけど、アメリカ行って会いに行った。会いに行ってね、この先生にもういろいろお世話になりましたけれども、はい、ありがたいことにね、ケイシーのリーディングをダイジェストしてあるんで、ね、本なんか書く時とっても役に立ちました。ありがたいですよ。それからこれ夢の本なんだけれども、この夢についてもね、いろんな先生からたくさんのアドバイスをいただきましたね。これヘンリー・リード先生の夢の本ですね。
これもヘンリー・リード先生日本にねおいでいただいて本当にお教えいただいたんでありがたいなとこういうことですね。三谷さんのご質問をいただいてコピーしたのをねお持ちいただいたんですけどもご質問ですね。たくさんご質問くださいよ。何言ってるかというとねこの調子で喋りまくるから皆さんのご質問がね分かんないところはなかなか分かんないんですよ。ですから安心してご質問くださいね。これねちゃんとコピーしていただいたんですけれどもこんなこと書いてあるんですね。これねこういう言い方しないでいきましょうね。こういうご質問に対してお答えがあるんですね。というのがこれもお話ししたと思うんですけども患者さんからお電話があるんですね。お母さんですよ。お母さんお話ししたと思うけれどもう一遍いきますとね私の息子15年部屋から出てきませんって言うんですね。はい、そうしたら息子さんは来るはずないから私のとこへ来るはずないからお母さんいらしてくださいよっていうの。でお母さん来ていただきますと日増しを執行していただいてそれからサジェッションというのをやっていただくんですね。もう話簡単にいきますよ。サジェッションっていうのはお母さんねうん十年部屋から出てこないから多分お会いしたことない。もう一言言うとねそういう方ってねお母さんの顔見たくないんですよ。もう一言言うとお母さんが大嫌いなんですよね。大好きだったら見に行きますよ。大嫌いなんで見たくないんで15年部屋に閉じこもってるってこういうことでしょうね。これ全部いい悪いじゃない。一人一人みんな素晴らしい存在で根性で自分の素晴らしさを体験するために私なんか小さな体持って生まれてきた。大きな体持ってたら私刑事なんかやってないですよ。この話も置いといて小さな体持ってるんでけど刑事やってるんですよ。ありがたいですね。それからもう一言言うと私は子供の頃は病気ばっかりしてたかな。しょっちゅうお腹壊してしょっちゅう冬中コンコンコンと咳をしてた。ありがたいですよね。私の今の言葉で言うと面白いねですよ。そこで今風邪なんか全然ひかない福田貴則85歳だけどこうやって生きてるんですね。風邪ひいてお腹いっぱい壊して恥ずかしいね体験をいっぱいした人間がだったから今の元気な福田貴則があるとこういうことですね。だから世の中って面白がればいい。そこで今のね15年部屋から出てこないという息子さんにねお母さんに言うんですけどサジェッションとねやってくださいねっていうのこれは小さなお子さんには子供がうとうととした時に私たちの意識が入れ替わりますよね。健在意識で私たちは生きてるけど健在意識はそこに下の方行って潜在意識魂の意識記憶の意識が上上がってくるんですね。それで私たちの健在意識が眠ってる軽視に言わせると聴覚だけは起きてるっていうんです。あとは眠っちゃってるんですね。でその時にその中間のところここを意識するのが瞑想です。いいですね。だから眠りに入る直前をずっと意識してるのが瞑想になりますね。静けさと言うんですけどね静けさを意識する。もう私ご存知の方はご存知ですよね。私はどんな時にでも簡単に眠ることができるんですね。私の講習会なんかお見いらっしゃいますとね私がちょりって言うとグーグー寝ちゃいますよ。なぜかというとそこのとこ上手にやるんでしょうね。で瞑想などを皆さんにねとご一緒させていただいてるんですけれどもその時もすごく面白い体験いっぱいする。これも何回かお話ししたことあるんですけどなかなかそのね部屋から出てこない人の話にならないんですけどねそのサジェスションをこうやってやるんです。お母さんは息子さん大好きです。もうね息子さん大好きでねお母さんってそういうもんですね。毎日毎日毎日息子さんのことを感じてるの考えてるもう考えてる感じてるんですね。そこでその息子さんが
でうとうととした時にって言うんだけれども、お母さんの質問「福田先生、うちの息子いつねうとうととするか分かりませんよ」っていう。そりゃそうだ、見たことないんだから15年顔。でもこれもうんと簡単。息子さんってここにいるんだよね。ここにいるの。今度は息子にとってお母さんってここにいるの。お母さんが亡くなられてようと私みたいに生みの親の顔知らないで、お母さんここにいるんだよね。お母さんって呼んだらここにいる。だから息子さんの名前呼ぶんです。なんとかちゃん。でお母さんはねっていうの。なんとかちゃん生まれた時にね、こんなともう本当感動してね、喜びでいっぱいでね、それでこういう話いっぱいしてですよ。それからその最後の方にこう言うんだよね。あなたは私ねもう15年もお顔見てないけれども一緒に住んでるのもうとっても嬉しい。あなたが一緒に住んでると思うとね、お母さんワクワクする。でね顔見せてとかなんか言わないんですよ。あなたはこのままで多くの人のお役に立ってますと言うんだよね。これ時間と空間がないという立場を取ると、これ私はいつもやってる。後でまた話できるかもしれません。ギゼの大ピラミッド私が建てたんですよ。後で話しますからね。したかもしれません。ごめんなさいね。したかもしれませんね。忘れちゃうんです。喋っちゃうとみんな忘れちゃう。さてその今にね、あなたはこのままでお役に立ってますって言って、それを息子さんのことを思い出すたんびにやればいい。お母さんなんとかちゃん大好き。電車に乗っててもお買い物に行ってても思い出したら大好き。こんないいことあった。お母さん嬉しかったね。あなたはこのままで人のお役に立ってます。っていう感じでしょ。そうするとね、7ヶ月後、これが不思議なことに私そういった患者さんでいっぱい治してんだけど、7ヶ月後にお母さんから電話があるの。うちの息子今働きに行ってます。これは実は調律というやり方なんですね。自分って素晴らしい存在、多くの人のお役に立ってる存在と言ってやる。だから息子さんも多くの人の一人だし、自分も多くの一人だから調律ってね、超簡単健康法で超簡単治療法ですよ。ですから私はこれで治療してるんですね。でこの話もしたかもしれない。もう56年前になるのかな。これもね、年を取ると月日が経つの早いから全部忘れる。シュナウザーというワンちゃんの治療を頼まれた。名古屋にいるシュナウザーですよね。で私頭の中にはね、ミニチュアシュナウザーしか見たことないから、スタンダードのシュナウザーって見たことない。2.5 キロぐらい、本を読むと 2.5 キロぐらい大人になってもここで抱えられるシュナウザーですよね。それ例えばご質問がこうでしたよね。夜泣きが激しいっていうんですね。ワン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 夜泣きが激しい。で私のワンちゃんと話ができるんでね、おいワンちゃんよってこと話した。なんでそんなに夜になると泣いてんのって言ったらね、福田先生とは言わなかったよ。年を取ったらね、立ち振る舞いがうまくいかなくてご主人たちにお役に立てない、それが悲しいって言うんですよね。立ち振るよた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 するわけだし、それで悲しくて泣いてんですよって私に言ったね。そうか、ありがたいねって言って、本当にありがたいって。それからまたしばらく経つとね、1年か2年経ってからですよ、またご主人電話がかかってきた。福田先生、うちのねその品川のワンちゃんね、足腰立たなくなったって言うんですね。これ私は長年ね治療師やってるんでね、そろそろね肉体を離れて、今の肉体を離れて天国行くのかなと、こういうことでね治療頼まれちゃったから、しょうがない治療するの。治療し始めたらびっくり、こんなでっかいワンちゃんが来たよもちろん肉体来ないんだよ。でもこんなでっかいんだよね。聞いてみたら
スタンダードのシュナウザーというワンちゃんでね、本を読むと25キロだから、25キロのワンちゃんだよ、私なんかちょっとこう抱っこできないかなで、治療したと、こういうことですね。ですから世の中時間と空間がないという立場に立つとね、すごく面白い。なかなか質問の答えいきませんね。で、いいですか、こうですね、この方のご質問で、自分のね、お子さんやお父さんやお母さんや、あるいはご主人が何かを治療するときに、福田先生自分がやればいいんですよねっていうの、その通り。調律という治療をすればいいわけですね。自分がやって、ヒマシュシップってあったかいの、どんどんいっちゃいますんでね、あったかいなで、目的をねはっきりさせる。で、皆さん目的はっきりさせるっていうとね、例えば自分のお父さんやお母さん、お年を召して先ほどのワンちゃんじゃないけど具合悪くなったとしますよね。老人の介護をするわけですよ。そうする時になんていうの、お父さんの名前呼んでこう呼んでお父さんをイメージしてお父さんが良くなるようにってこう言って、これね実は一切いらないんだよね。で、面倒くさかったら名前書けばいいだけ。お父さんとお母さんの名前書いてね、それでそれを目的にして自分がいつものヒマシンシップやればいいだけで、お子さんやなんか具合悪いこと言ったら何人分書いたって構わないから、それでヒマシンシップ自分がすればいい。余計なこと一切いらないの。ヒマシンシップね、あったかいなです。ヒマシンシップこうやって作ってね、何度もやってみせましたよね。温めてたら油面が直接お肌にあれするようにつけてね、つくようにつけて、それで1時間から1時間半経って外してね、重曹溶かしてお湯でこう拭いて、こうやればいいだけだね。で、今も話したけど多分1分ぐらいで話終わっちゃったんじゃない？これ3日って4日休みを4週やって4週休みやっちゃったらいいじゃないと、これがお答えなんですね。お答え、何人書いてもいい。でも何人書いてもいいから、私がいつも言ってる私の人生の目的は世界中の人たちを健康にしてるんだ、心身ともに。これが私の人生の目的で、私ここにいたからたった今できるよ。ちょっとね、また次に続くです。続く、この天使の羽の話をしなきゃいけないから。はい、次は天使の羽の話です。